こんにちは、ひかりです。さあ、今回はおもちゃのリサイクルショップトイプラネット高崎宗光店さんのお買い物動画の総集編です。ということでね、まずはスーパー戦隊シリーズのコーナーにいます。このショーケースがね、割と新しいものとか、ちょっと状態のいい箱なしフィギュア、箱ありフィギュアもあるかなとかがね、フィギュアというかロボか、とかが、売られてるショーケースですね。すごいね。ほんとなんか時代が変わったんだよ。ドンブラザーズのロボとかすごいな。なんかやっぱり新しいロボって感じで。はい。この辺アバレンジャーとかカーレンジャーね。アクセルチェンジャーとかまでありますね。後ろにガオレンジャーのサイとアルマジロもいるからね。ということで今回はね、総集編なんですが、ナレーションはね、また総集編用に別で撮っておりますので、はい、ちょっと内容は違う感じになってると思います。ここら辺がやっぱドンブラザーズかな。ドンブラザーズはもうちょっと待ってから買うのもありかなと思いますね。もうちょっと安くなる気がする。ほら、こんな感じでルパパトとかは今、すごい安いんだけど。そうだね、やっぱルパパト今安いね。これはあれじゃない？ゴセージャーだよね。膝とかヘッダーつける場所があるし。これ安いね。全開ジャー。武器にもなるし、ロボにもなるんだっけな。で、上の方に箱割りがかなりありますね。このデラックスってやつはプレ版なのかな？何なんだろう？よく見るんだよな、トイプラネットさんでは。キラメージャーのロボね。ちょっとちっちゃいけど、でもね、全然キラキラ輝いてますから。いいよ。結構遊びやすいんだよね。で、ルパパトの箱入りかな。初回限定でカードラスがついてたんだよね、ルパパトって。カードラス結構押してた時期なのかな。今ってカードラス出てないよね。どこで終わったんだろう。で、キューレンジャー、キューレン王。めっちゃあるんだよな。ちょっと面白いぐらいある。こんなあるんかいっていうね。で、ニー忍者、忍者。キューレン王も全然まだ安いね。僕的にかなりお気に入りではあるんだけど。どうなんだろう、みんな的には。僕的には合体簡単っていうのは結構ポイントなんですよね。キューレンジャー系はやっぱ合体は簡単だよね、かなり。欠品ありとかになるとさらに安くなるからね。でもその欠品をその日にトイプラネット店内で探せる場合もあるから、そういう買い方も面白いんじゃないかな。特に9玉とかはね、他のとこにまとめてあるから、100円で買えますしね。ほとんど。今回のこの総集編も多分プレミア公開をするんじゃないかなと思います。プレミア公開して普通に公開されてって感じで見てもらおうかなと思ってますね。3D フォーメーションって言うんだ。3タイプに変形するってことね。そういえばなんかあったな、タイムレンジャー。で、メガボイジャー。ボイジャー。ボイジャー。銀河合体メガボイジャー。ハローマックのね、札ね。で、銀河用。銀河用は戦隊ロボの中でも特別に重いよね。重いイメージある。別にサイズの割に重いというか、サイズもまあまあ大きいんだけど、全合体とかに比べれば軽いけどね。110合体、ガオゴット。ガオゴットはガオキングのただの色違いじゃないんですよね。結構ところどころ全然変わってる部分も多いから。ズバーン。メガウィンガー。
カーレンジャーのおもちゃとかも未だにあるってすごいけどね。普通にハリケンジャーとかですら、古いよね、かなり。ほら、VRV ロボですよ。RV ロボより VRV ロボの方が僕的にはかっこいいけど、やっぱ手にも入りづらいかな、どっちかっていうとね。これゴーンジャーの方のガオゴット的な存在みたいな。で、必殺武器系は安いよと。これカーレンジャーだね。ここはね、色ごとに分かれてるロボのパーツって言っていいのかな、たちですね。戦隊のロボっていくつかのロボが合体するっていうパターンが多いからね。で、ここさっき言ってた100円の9玉とかのそういうキーアイテムのコーナーで列車とかね、ソフビのね、重要ゴリラ発見してすごい気に入ってます。食玩ソフビの重要ゴリラってすごいなんか質感とかもいいんだよな。キングオージャーのサウンドヒーローシリーズだっけ。いいね。こういう副トイとかも面白いけどね。コレクターとかだと集めたくなるし。これ大レンジャーかな。仮面ライダーとかね。で、パーツ類話題のね、コーナーですね。エンジンソールも最近値上がってきてるから早く手に入れといた方がいいんじゃないかなと思います。これはゴーカイジャーのあれだね、パーツだね。ロボのパーツというか。ロボだよね、あれね。そうだよね。ターボレンジャーか。ターボ。だよね、これ。ターボレンジャーだよね。多分ね。もうメイドインジャパンって書いてあるおもちゃってもうほぼレトロに値しますね。ガオレット。獅子かけるだっけ。で、充電池。100円だよっていうね。上の方にめっちゃキューレンジャー関係あるんだよな、この辺のこの2つがちょっとやっぱ今安いのかな。で、プラモデル。こっちフィギュアコーナーですね。スパイファミリーとか今すごく安く買えるイメージ。ルパン三世がね、変装を解いてる瞬間っていうね、安いのにすごいね、いいフィギュアだと思うんだよな。で、呪術廻戦だけど、やっぱ五条悟があんまない感じするよね。ごつ言うた。なんか川野田さんが言ってたんだけど、なんか五条悟がなんかどうのこうのっていうネタバレになるからあんま言ってなかったけど、だから今人気なんじゃないかって言ってた。怪獣8号とかも最近一番くじ出たよね。今売り出し中かな。で、フィギュアとかも A 賞とかであるみたいで。ちょっとそのフィギュアはね、できいいんですよね。で、ヒロアカね、今アニメやってますね。まだなんかメモリーズみたいなのやってるから、ちょっと本編進んでないんだよな。一応見たけどね。なんかそれぞれの、総集編とも違うんだけど、総集編じゃ総集編か。デカキュンキャラ。これかわいいよね。安いのにめっちゃできいい。D 賞だったんだ。これより上の賞あったんだってすごくね。
ぱキューポスのね、セーラームーン多いですね。プリキュアとかもあるか。ブラックウィドウ。これ長渕フチコなの？すごいコラボしてんな。そして仮面ライダーコーナーに来てますね。バイスタンプかっこいいよな、やっぱ。ほう。これ100円で。バイスタンプとかも100円で買えるものあるんで、なんか割安感ある。ライドウォッチとかもそうか。で、ゴーストアイコン。シフトカーもあるね。おお。これもプレ版なのになんかすごい安いんだよな。ちょっとジャンクではあるみたいだけど、音が鳴らないのがあるみたいで。でもなんかすごく安くイメージ。これちょっと技術のアイテムではレアになってくるのかな。今これが技術のベルトの値段ですね。相場ぐらいなのかなって感じはするけど、だから相場と思ってもらっていいのかな。リバイスが今安い。スクラッシュドライバー。時空ドライバーだっけ？ジオドライバーじゃないんだよね。時空ドライバー。だから結構なんか名前でもなんか、ベルトの名前って覚えるの結構難しいんですよね。これもさ、エイムズショットライザーじゃん。ドライバーじゃないし、ライダーの名前ついてないっていうか、ライダーっつっても2人これで変身するからね。バルカンとバルキリーが。バルカンドライバーとかじゃないんだよね。これは普通に大魔ジオドライバーなんだよな。これとかも普通にマッハドライバーでしょ。炎みたいなのついてきもする、そういえば。書いてあったね、今ね。戦国ドライバーだっけ？バグルドライバー。これは普通に電王ベルト。覚えやすいね。当時ものじゃないのも今多いんだけどね。これとかね、復刻というか、最近、昔のライダーのベルトを欲しいっていう子供向けの、ちょっと安く、ね、当時も昔のベルトの買えるよみたいなのもありますね。これオーズだ。これは電王の、これもレジェンドシリーズなのかな、このベルトは。さあ、そして、こっちにはテンガーンもあるし、このね、ちょっと、なんか大きいフィギュアっていうかソフビとかの仮面ライダーのコーナーいいですね。これ辺いいよな。この昔の UFO キャッチャーの景品みたいな。これ2号かな。多分、2って書いてあったから、どうなんだろう。2種類って意味違うかな。で、こっちよくわかんないんだけど、こっちにね、ストロンガーあったんですよ。これちょっとストロンガー見てた僕としては欲しくなったな、これは。よくできてた。しかもなんか安いっていうね。858円税込みって安くない？しかも当時のにしてはクオリティ高いんだよな。なんか割と古めのイメージだけど、この辺のやつって。すごく安い。で、安いで言うとシフトカーだね。シフトカーじゃないや、トライドロン。トライドロンね、一応ドライブの時に出てたアクションフィギュアシリーズみたいな、タイヤ交換シリーズみたいなのあるんだけど、
そのフィギュアが乗るんですよ。ちゃんと乗せることもできるっていう。一人乗りなんだけどね、本編とは違くて。こう見ると量がすごいね。こんな出てるんだね。珍しい。100円じゃないスイッチっていうね。逆に珍しい。これ韓国版なのかな。ちょっと日本では珍しいかな。音声とかも韓国語になったりするのかな。外国語とか、その仮面ライダーのアイテムって今の。昔のはね、音声とかなかったけど、音だけだけどさ、最近のって音声になるじゃん。どうなんだろうね。言語変わるんかな。そもそも仮面ライダーって昔マスクドライダーって呼ばれてたけどさ、海外では。最近は仮面ライダーで統一してるんでしょ。なんか、すごい。プレ版っぽい、あれ、ロックシード。ね、こういうなんかね、龍騎とかの時に出てた、超合金なのかなわかんないけど、なんか、アクションフィギュア系すごい好きですね。僕もクーガンの時とか親に買って、親ってクリスマスプレゼントでもらった。いや、ライダーのビッグサイズ装備はね、とにかくトイプロネットさんは安いんですよ。ライダー戦隊は。ウルトラマンは結構高いんだけど、やっぱりウルトラマンのね、装備って大きくてもいいからね。ライダー戦隊が大きいと遊びづらいのかな。どうなんだろうね。コレクションにはいいけどね。だからごっこ遊びには使いづらいかなっていう。そう、プラモデルこういうね、完成品も全然売ってて、今のピカチンキットかな。そう、完成済みでもいいよって人も多いと思うんでね、僕とかそうなんだけど。これはカププラというか、トーマス、カププラのトーマスっていうのかな。カプセルプラレールのトーマスで、トリガーダーク。プライズのフィギュアかな。プライズっていうのは UFO キャッチャーの景品のことなんだけど、このバズはなんか安いんだよな。映画のバズだからね。この映画自体はそんなヒットしてないでしょ。おもちゃすごい出たけど、やっぱ昔のトイストーリーとはまたね、レベルが違うからね。僕も途中まで見てちょっとやめちゃったんだけど、こういうね、最近だと500円のガチャガチャとかのこういうフィギュアとかが300円とかで買えて、しかも中身選べるってなるとかなりお買い得なのかなって感じします。やっぱ今キューポスは安いな。最初出た時はなんかもうほぼブライスじゃんとかドールじゃんみたいなクオリティのフィギュアが簡単に手に入るってなんかすごい嬉しかったんだけどね。いろんなキャラの出過ぎちゃって飽きちゃったなみたいな。これご飯かな。スーパーサイヤ人になってるご飯だね多分。孫悟飯、悟空の息子ですね。主人公のオラ悟空でおなじみの悟空の息子なんですよ。父って人と結婚して子供生まれてるんですよ。その弟には御殿っていうのもいて、でご飯の娘にパンっていう子も生まれるんだけど、またご飯が、ビーデルさんと結婚してみたいな。でビーデルのお父さんはミスターサタンなんだよね。っていうだからサタンと親戚になるっていうね、僕はね、結局。これスターウォーズのジェダイですね。ジェダイマスターになるのかな。ライトセーバーないから分かりづらいけどね。これとかなんだろう、トランスフォーマーなのかな。
こういうアメトイ的なのもすごい敵キャラとしてさ、遊ぶのに使えそうですね。敵幹部的な。あれこれなんだっけ、風葬剣ハヤテのなんだっけ、名前忘れちゃった。ライダーの名前忘れちゃった。そう。セーバーに出てくるね、忍者のライダーですね。ちょっとね、ストーリー的になんかキャラが謎だったけどね。で、レックス。セーバーはちょっとストーリーがなんか無理があったんだよな。なんかその無理なることにキャラが付き合わされて、キャラのイメージが悪くなるみたいな感じはちょっとあったかな。最近の仮面ライダーって話深すぎない？空外行こうとか。もうちょっと浅くてもいいから分かりやすくしてほしいかな。で、ポップにやってほしい。と僕は思ってる。別にそうじゃない人も多いと思うけど、だったら戦隊見るよって話なんだけど、まあ戦隊は僕好きなんでね。そしてウルトラマンソフビコーナーに来ましたよということで、ウルトラマン怪獣とかウルトラマンのヒーロー系とかね、ですね、ゴジラとか、あとガメラとか最近この辺のレアなアイテムとかも入荷して、ウィンダムと、スペクトルマンだっけ、だから金と銀のやつで、これ何のやつなんだろうね。なんか優勝者に与えられるトロフィーぐらいすごいよね。めっちゃ輝いてる。ソフビなのかな。メタリック塗装されたソフビってあんまないよね。でなんかベタついちゃうイメージあるし。でウルトラ怪獣5000のシリーズね。でゴジラコング、今映画やってますよね。ちょっと映画館で見たいけどな。メカゴジラで、変身アイテムとか武器関係もあって、これねガメラの敵だよね確か。ベリアロフさん。ガメラとゴジラってさ、なんかキャラデザがやっぱ違うんだよね。何が違うって言われたら難しいんだけど、目が違うのかな。なんか違いありますよね。どっちが好きとかはほんと好みだと思うけどね。あとウルトラマンはウルトラマンで違うしね。これファイヤーリドラだっけ。で今回のね目玉商品の一つのブースカね。このブースカが出来がすごくいいんだよ。目動くし。僕ちっちゃい頃も持ってて、大人になって買い直したりもしていくつか持ってるかな。でジェットジャガーね。ジェットジャガーのこれ昔の方のやつだったらレアなんだけど、どっちだろう。でゴモラで、これ口開きゴモラっていうね、ちょっとレアな、なんかセット販売でしか売られなかったやつなんでしょう。またあったし、しかもちょっと今回安かったんだよ。ほら638円だよ、税込みで。安くない？これはねいいと思いますよ。でダダもね塗装すごいよなクオリティやばい。ティガぐらいと、マックスとかの時もそうか、クオリティ高いよね。メビウスとかね、怪獣たちのクオリティの高さと値段の安さがやばいっていうね。メトロン星人今でもさ、500シリーズでサイズこそ小さくなったけどさ、なんかめっちゃ出続けてはいますよね。あと今までソフビ化されてなかった子たちもソフビ化されてたりしてさ、悪くないと思うけど、でもちょっと怪獣ちっちゃいんだよな。だからこれね、パワードあれだよ、パワードジャミラ、ちょっと珍しいかな。しかも安いんだよね。そうだからやっぱウルトラヒーローたちを500サイズで集めるんじゃなくて、食玩サイズで集めれば今の500シリーズの怪獣とも戦わせやすいのかなって感じですね。だからウルトラソフビヒーローの食玩サイズの方のもうこれとかも出来やばいじゃん。
食玩サイズのウルトラソフビをちょっと値段上げてでも塗装もちょっとしてもらえれば、僕的にはすごい遊びやすいんだけどね。画像と今でもデラックスサイズね、値段が高いけど出るけど、それとも別にちっちゃいウルトラマンで戦わせた方が、絶対さ、デラックスで出るやつって強いじゃん、基本。だからちっちゃいウルトラマンでこうでかいのに戦っていくっていうのはすごい遊びとして楽しいんだけどね。でもやっぱり商品としては500サイズがメインになってるのかな。種類も多いしね。ブラザーズマット。あと仲間の怪獣とかそういうロボとかもね、500サイズに合わせてこのセブンガーとかもそうだし、ウィンダムとか、あと最近だとアースガロンとかも、あれもどうなんだろう。500サイズよりは大きいか。まだ実物をってね、で遊んだことないから分かんないんだよね、アースガロン。アースガロンは欲しいんだよな。でもちょっと今回安かった気がする。このトイプラネット高崎宗光店さんのこのウルトラマンコーナーでアースガロンが安かった。定価は結構高いじゃん、あれって。そりゃそうだよなって感じするけどね。あれ、アリブンタだっけな。これね、昔の UFO キャッチャーの景品ね。ゲッターロボね。新ゲッターロボとかあるよね。ちょっとわからないっすってなっちゃう。ロレットキング。ほら、いたいた、アースガロン。ウルトラマンブレイザーのね、味方ロボですね。安いね。2000円しないのはいいよな。キングシーサーとかもいるね。シン・ゴジラ。ソフビの出来はいいな。キングコング。そうゴジラマイナス1見なきゃ。アマプラで見放題になったから。あと昔のゴジラの映画も結構いっぱいね、見放題になってるんで、ビオランテとかいろんなやつ。だからちょっと全部見ていこうと思ってます。せっかくだから。ね、で、ゴジラコングの映画も劇場で見たいんだけどね。なかなかってとこですね。ジバニャンいた。軽度レーダー。なかなかな、軽度レーダー流行るの大変だよな。ミュータント・タートルズのね、乗り物というかトラックみたいなやつ。いいと思う。他のおもちゃと組み合わせて遊ぶのもありだと思う。で、ドラえもんのリアル空気砲ね。これ結構安く売ってること多いですね。で、500円ちょっととかで買えたりします。ミレニアム・ファルコン。これなんだろう。ナーフ。いいね、ナーフは面白いよ。家族とかお子さんと遊ぶときとか、友達同士で遊ぶときとかすごい活躍するんだけどね。ね、このシリーズもね、流行んなかったよな。もう名前すら忘れちゃったもん。なんだっけ。ミニカーを走らせてコースをこう作ってみたいなやつなんだけどね。ミニカーが魅力的じゃなかったからな、あんまりちっちゃくて。あとコースもね、ギミックはすごいんだけど、ビジュアルがってとこだったんだよね。で、ここら辺ちょっとレトロゲームとか、ゲームソフトとかのコーナーですね。ベイブレード。当時ベイブレード付きで売ってたよな、そういえば。ミニ四駆もなかったっけ。これ、ドリームキャストとかセガサターンがあったね。で、プレステ2とか1とか。
こっちゲーム周辺機器かな。で、動物の森プラスってことはゲームキューブかなの時のアミーボカード的なやつだと思います。まあ、アミーボカードじゃないんだけど。セバスチャン。これディズニー関係なんだけど、やっぱ縫い場多いね。でもディズニー行ったらさ、何買いたいって縫い場買いたいな、僕は。ジバニャン。メカキュービ。ズーって書いてある。ゾーか。ズーって書いてある。ズーみたいな書いてあるけど、どういうこと？ディズニー行くとさ、ぬいぐるみ超買いたくならない高いんだけどね。買いたくなっちゃうんですよね。お金消し。これ100円コーナーだね。ピンズ。これなんかね、タカラトミが出してるやつなんだけど、ちょっとわからなかったんだよね。まあ画像検索とかすれば見つかるんかもしれないけど。で、ドラゴンボール H 賞ね。紙のスタンドか。こういうのを組み立てたらちゃんと面白いんだけどね。まあ、外れ賞はね、リサイクルショップ行きになっちゃいますよね。結構いろんな人をね。これエヴァンゲリオンのガチャガチャで、前から、前回撮影いた時からあったかな。お茶子。お、ラプンツェルじゃん。最近見たんですよ、ラプンツェル。面白かったですね、ラプンツェルは。うん。だから名作っていうか人気になるの分かるなって感じした。あと最近見たのはナイトメアビフォークリスマスとかね。なんか最初のイメージと違って全然、僕でも見れる感じの良い作品でしたね。で、トレカコーナーの橋のね、その他トレカっていうのがやっぱ僕的には結構気になるものが多いですね。そしてスーパー戦隊シリーズのコーナーに戻ってまいりました。これドンブラザーズかな、なんかそんな感じがするっていう。本当だ、書いてあった。なんだっけ、ドンブラザーズってなんだっけ、爆太郎戦隊だっけ、なんだっけ、あれなんだっけ、ちょっと忘れちゃった。アバタロー戦隊だ。アバタロー戦隊ドンブラザーズだっけ。どんだけもう嘘かと思ったもん、発表された時。なわけと思ったけどね。爆上げ戦隊ブンブンジャーもすごいけどね。お、これはあれだよね。前回じゃブルーンだけど上半身だけになってるじゃん。でも結構本編でもそういうシーンあったよね。まあロボだから別に上半身だけになっても大丈夫だから結構あった気がするから、なんか違和感なかった。話題の充電池。話題っていうか僕のチャンネル的にはちょっと話題の充電池。で、レンジャーキーですね。特急ジャーの列車たち。まあ、下は100円のコーナーなんですよね。中央ジャー。ゴーライガジェット。ゴーライジャーっていうのは、まあ、ハリケンジャーさ、1話からゴーライジャー出てますよね、一応。まあ、謎のヒーローみたいな、謎の戦士みたいな感じで。謎の忍者か。これね、激レンジャーの
歌劇っていうさ、なんかパワーアップするんだけど、そう修行して、その時の武器かな。これすごいよね。デルタメガだよ。電磁戦隊メガレンジャーの。しかも当時物のおもちゃです。ガッツセレクトはウルトラマンかな。トリガーあたりかなと思いますけど。トリガー、デッカー、どっちだろうね。激トンファー。まあ割と激レンジャー。もうね、初期から登場する武器ですね。激ヌンチャクとか激トンファーとか、あとなんだっけ、激ファンみたいなのもなかったっけ。でおもちゃ化はされてないけど、激イエローのなんかチェーンの先に丸い鉄球がついたやつみたいなのもあったよね。あれはおもちゃ化ちょっとできないのかな、危なくて。そういうのもありました。ここら辺のコーナーはちょっと割とね、新しい系のおもちゃ多いですね。キングオージャーとかあるね。で、竜ソージャーの竜ソ剣ね、普通の動画でも言ったけどめっちゃあるっていうね。今回総集編なんですけど、普通のいつもね出してる動画と、総集編なんですよ。ナレーションはね新しく撮ってるんだけど、言うこと被ってる可能性もあります同じようなこと言ってないみたいな。でもね、全編撮り直してるから。ナレーション撮り直すって簡単に言ってるけど、総集編だと1時間ぐらいの動画なんですよね。だから1時間喋り続けるっていうね。分けて撮ってるけどね、一応。これショートで上げたんだけど、レアかなと思ったんですけどね。テレビくんの付録でした。マシンローランドバーニングレッドバージョン。キラメージャーの、ロボの一つですね。これレゴだね。ちゃんとしたレゴかな。スパイダーマン。胸像のね、ヒロアカとかね、今安いんだよね。で、これニューデイズで売ってるやつね。キオスクとか。まだキオスクもニューデイズも名前変わってないでしょ。駅の中のコンビニだと、なんか、ニューデイズってよく見るよね。結構ね、ポケモンカードとかも扱ってるんですよ、実は。あと野球カードとかそういうトレカも結構扱ってて。しかも駅のコンビニだから意外とね、残ってるんだよね。人気のやつも。で、ちびっこチョロ Q、愛知万博マスコットカーだって。愛知9泊の時のやつで。まだ宝だったんだね、この時は。僕が小学校5年生か4年生かぐらいだったかな。5年生かな、愛知万博。行ったんですよ、僕も。結構楽しかったね。で、かなり楽しかったと思う。そういうの好きだったんで、かなり愛知万博は楽しかったな。また今度大阪だっけであるんだよね、万博。ね、なんかやるならちゃんと成功してほしいですね。東京オリンピックもね、タイミング悪くなければね、ちょっとバブリーになったかもしれないんだけどね。ちょっとね、タイミングがね。イレーザーヘッド。これ全然イレーザーヘッドじゃないよ。イレーザーヘッドファンってこれ欲しいのかな？僕は欲しくないけど。ちいかわだ。何これ？謎の、女怪人ね。なんか新仮面ライダーに出てそうとか言った気がする。本編で。新仮面ライダーちょっと見るの怖いな。ちょっとね。シン・ウルトラマンもだけど。シン・ウルトラマンはまだ見れるのかな。新仮面ライダーとかブラックサンとか、ちょっと見るの怖いっすね。なんか怖いシーンあるみたいで。結構ね、他の YouTuber さんの動画とかでそのネタバレとかのお話聞いたんで、佐世保オタク惑星さんの動画とか見て、結構話聞いてる限り、ブラックさんとかは厳しいかなみたいな思ってますね。新仮面ライダーとかも。シンゴジラですら僕ちょっときつかったからね。精神的に参っちゃった。
総理大臣のとこでもう絶望感がすごかったからね。あの一撃は食らったね。僕も食らった、あれは。で、鬼滅の刃の剣がめっちゃあるっていうね、刀が。ウッディこれいいよね。このウッディいいなと思ってんだけど。で、キューポスめっちゃあるよっていうね。まあ、キューポス、ワンピース、ドラゴンボールって今多いよね。まあ、ヒロアカも多いか。今ね、ヒロアカちょっと出過ぎちゃったよね。あともうちょっとなんか、なんだろうな、こう、ファンの胸にこう、グッとくるような、ね、まあ、いいのあるんだけど、まださ、最初の頃だからシンプルなの多いじゃん。そうそう。だからもうちょっとね、立てばいいフィギュアも出てくるんかなと思うけど、ヒロアカ終わっちゃうのかな。本編がっていうか、漫画が終わっちゃったらもう終わりだからね。どうなんだろうね。僕、ヒロアカファンとしては、ドラゴンボールみたいに長く続いてほしい。アンクの手だ。アンクの手っていうか、なんていうのかな。手がアンクっていうか。で、仮面ライダー変身ベルトが大量にあるよというね。人気コーナーですね。最初の頃とかも結構このトイプラネット店内動画っていうのを上げ始めた頃とかも結構皆さん衝撃的だったらしくて、特に海外の人からとかもめちゃめちゃ反響が来たんですけど、最近はなんかちょっとみんな慣れてきた感あるよねなんかまあみたいな、それぐらいあるでしょうね、トイプラネットならみたいな。そうだから僕の方としてもね、なんかちょっと動画今までみたいに同じ感じのを上げ続けるってだけだとね、やっぱり頭打ちというかね、ちょっとまあもういろんな人もこう真似できるじゃん別に。でやってる人も増えてきてるから、ただだらだらやってるだけでもまあって感じなんで、個人的に僕もねこうもっと改良したりするの楽しいんで、今ちょっとねこのトイプラネット動画もね頑張ってねちょっと変えようかなと思ってるんだけど、まあね、店内動画の内容自体はそんなに変わってないのかなって感じもして、まあ例えばこの総集編っていうのも新しい試みではありますし、はい、あとはサムネイルちょっと最近変えてるの分かりますかね。今まではおもちゃがずらっと並んでるのを綺麗に撮ってみたいなっていうのが、まあたまにねトイプラネットのロゴをつけるっていうのがあったんですけど、それぐらいしかしてなかったんですけど、まああえてねしてなくて、文字とか入れてない理由も海外の人にも見てもらいやすいようにしてたんですけど、まあ、文字は入れてないけど顔を最近入れてました。顔というかそう顔を入れてまして、僕が登場してるというねサムネイルにちょっとなってるんだけど、どうでしょうかね。これあれだ、バルカンウルフ、そうちょっとね変わってってはいます。はいね、こういうねお宝ハント動画って見ててすごい僕楽しいんで好きなんで、こういう動画作りたいなと思ってて作ったんだけど、ね、なんかまたちょっとこうやっぱみんなに見てもらえるような動画をどんどんね改良していこうと思ってますので、なんか皆さん的にはこうリクエストとかあればどんどん送っていただけると、送ってっていうかコメント欄に書いていただけると、意外と僕ねリクエストからね動画のこう作ったりしてるんですよ。このコーナーの動画見たいとか言われたらやったし、例えばポケモンコーナーの動画見たいっていう方がいて1本動画にしてみたいなでやったりしたこともありましたね。ポケモンコーナーもね悪くないんだけどね、再生数的には伸びないんですよね、やっぱり僕のチャンネルでだとね。そうだからやっぱ戦隊ライダーウルトラマンに落ち着いちゃうんだけど、そうポケモンコーナーとあと最近ねドラゴンボールコーナー、まあ僕がドラゴンボールにハマったっていうことから始めたんだけどとかもやってはいるんですけどね。プレ版の輸送箱ごとあるクーガ、おおこのバズがさ謎のバズなんだよね、白いバズこれなんかねメーカーとかなんかマクファーレントイズとか例えばマテルとか書いてあるかなと思ったんだけどね、トイビーズとか昔で言うとちょっと分からなかったんだよね。
何なのこの城と、実行なのかどうかもここ明るいから分かんなくてさ、ちょっとスルーしちゃいました。そうそう、これね、プレミア配信、プレミア公開もしてると思うんで、コメントもね、どんどんチャット欄に書いていただけてると、なんか盛り上がるんで、ありがとうございますって感じなんで、よろしくお願いします。こっちリカちゃん。ディスプレイが超可愛いっていうね。あとなんか、いつも結構動画とかショートとかでも、この店舗、トイプラネットの何店ですかってコメントいただくこと多いんですけど、一応毎回動画の下の説明欄に何店かは必ず記載してますし、まあ動画内でも一応言ってることが多いと思うんだけど、そうそう、基本的には動画の説明欄には必ず書いてますので、今回は群馬県にあるトイプラネット高崎宗光店さんっていう店舗ですごい広い店舗なんですよ。僕が知ってる中ではもうトイプラネットの店内の面積で言うと一番広いんじゃないかなぐらいの広々とした店内で、商品の数も多いかなっていう、安いものもあるっていう、まあ割と僕的には有料店なんだけど、ちょっと遠いんだよね。我が町本庄からちょっとね、高崎って言っても結構広いから、イオン高崎とかの方で、僕から見ると奥なんだよね、すごい。ちょっとね、あと結構なんだろう、僕免許取ったばっかだからまださ、運転に自信がないっていうのもあって、難しい道があるんですよ。難しいっていうか、大通りを結構通んなきゃいけなくて、立体交差みたいなとこもあるし、ちょっとした。ちょっとね、行くのがハードルが高いってことでなかなか行けてないんだけどね。まあたまにこう、最近は結構まめに行ってるんだけど、そともう一つ大変なのは、意外と大変なのは、駐車場はすごいね、広くて止めやすいんだけど、この高崎店さんの駐車場から出て右に帰りたいんですよ。左に行くとイオンの方なんだけど、右に帰りたいんだけど、右に出るのがちょっと大変で、この高杉のトイプラネットさんの前の道ってそんなに広い道じゃないのに、結構車通り多いんですよ。右に出るのがすごい大変っていうのがあるかな。で、左に出ちゃうとね、回れないのよ。すげえ大回りになっちゃって、イオンの方まで行って、そこもなんか中央分離帯とかあるから U ターンもできずにずーっと行って信号で曲がって大きく回ってこなきゃいけないから、できれば右に出たいんだけど結構大変な。まあ待てばね、なんか運転免許も取って思ったけど、この道右折できるのとか思っても待てばできるからね。大体右に出れるのと思っても大体出れますからね、いつか。結構切れるんだよね、意外と。まあ、信号とか、あとまあ譲ってくれる人も現れたりするしね。これガンダムなのかな。ゲームキャラクター。これソフビだ。ベムスター。メカゴジラ、キリュウ。すごいね。胸が開いてるバージョンってあったんだね。これはクオリティ高すぎるぐらい高いよな。ねずこ。
なんかガシャポンくじの当たりの禰豆子の可能性もあるんだよね。こういうミニフィギュアって。これ違ったかな、一瞬そうかなと思ったんだけどね。これ何のガチャガチャだろう。今アースグランナーのソフビもあったね。ゴーバスターズのレッドの強化バージョンのソフビ。これいいよな。めっちゃあるな。こう見るとすごいなんか、ね、見応えがあるね。指人形とかもすごいあるからね。お、ちゃんと新品の状態でキューレンジャーのソフビがあるっていう。未だにすごいね。結構今回ね、このね、下の800サイズのヒーローソフビっていうか、ウルトラマンソフビが充実してたかな。まあ、このね、レッドレーサーもさ、カレンジャーの当時物だしね。ね、こういうちびギドラもいたわけだし、100円かよっていう安さね。ほら、ここら辺のこのクリアのコスモスとかも、なんかね、別に100円なら安いよね、そりゃね。クリアラメか。で、キングオージャーもいたし。あれ今の食玩だよね。どっちだろう。なんかちょっと、画面だとちょっとサイズ感がちょっと分かりづらかったんだけど。海外っぽいって言ったな、そういえば。ね。やっぱ店内広いよね。通路も広いし、商品もめっちゃある。広いからってスカスカじゃないっていうのってさ、すごいし、まあぬいぐるみとかはね、もうなんかやばい量になってますね。でもやばいって言ってもまあまあ棚には収まってるかな。で、ここね、ドラゴンボールフィギュアなんですけど、これショーケースの上のフィギュアコーナーですね。もう他にもね、フィギュアコーナーあるんだけど。で、ジョジョとかね、ワンピース、ビッグマムとかね、ベジータ、マジンブーとかね、大猿。そう、フィギュアコーナー結構ね、高崎店さんね、すごいと思いますよ。あ、父だ。これがね、悟空の奥さんですね。になるとき、まあなる前か、このフィギュアはね。まだ天下一武道会にいた頃かな。で、参加してた頃ね。5点。父っていうのは牛魔王の娘かな。確か今回ね、牛魔王のフィギュアもあった気がしたけど、なかったっけな。そう、牛魔王もフィギュア出てるんですよね。やっぱ今回ね、サムネにも使ったんだけど、このフリーザの宇宙船がすごい良かったね。あ、これ回の時のやつなんだね。僕アニメ派なんで、なんか漫画の表紙のなんかフィギュアとかよりも、そのなんだろうな、マニアックなキャラのフィギュアとか、アニメで見たっていうシーンとかね、これアニメで出てきたこのキャラとかいうのが好きかな。ドラゴンボールのフィギュアはね、今ちょっと値上がり気味で、逆にヒロアカは値下がり気味でみたいな。今度スターのストライプとかフィギュア出るけど、どうだろうね。一番くじで。値上がるのか値下がるのか。まあ、スターのストライプは初めてだっけ、フィギュアになるのね。まあ、今回から出てくるからね、アニメ。ご飯かっこいいな、これ。こっち5点クスね。
ご飯の弟の5点とトランクスの子供の時のトランクスがフュージョンっていう合体をするとゴテンクスってなって、ゴテンクスもスーパーサイヤ人と通常版があるっていうね。僕は通常版の方が好きかな、髪色が。スーパーサイヤ人になっちゃうともう金だからね、もうみんな金じゃんみたいな。でなんかもうドラゴンボール回とかには出てこないんだけど、ランチさんとか結構いいキャラだよね。劇場版みたいなやつで出てきたの見たんだけど、なんだっけ、くしゃみするとキャラ変わるんだっけ。海洋圏。これもね、安いんだけどね、まあ箱がこんな感じの、なんかすごい古いのかな。ね、なんか出来悪くない気がするけどね。まあちっちゃいか、ちょっと箱のサイズの割には。コラボ賞。ね、これが一番僕的には欲しかったな。ドラゴンボール Z。普通にこの前の一番くじのラストワン賞よりこっちが欲しいわ。アクションフィギュアで遊びやすいし。オーザルベジータ。ね、ヤジロベエが尻尾切ったんだよね。あいつ活躍したじゃんっつって。邪魔もするけど活躍もしたんで。イデオ・シェンロンフィギュア A 賞、これいいよな。このくじはやっちゃうね。これラストワン賞、フリーザと悟空。フリーザもいろいろいるんだよね。最近また再登場とかしてるからな。クーラだっけ今の。フリーザのお兄さんなの弟どっちだろう。お父さんっていうのもいるじゃん。なんだっけ。クーラじゃなくてなんかいるんだよね。まあトランクスにやられちゃうんだけど。そう、これね、一番くじでね、フィギュアーツのウルトラマン出てたのね、知ってたら欲しかった。やりたかったな。フィギュアーツの一番くじ、なんかクリアにするの何なの？いいんだけど、なんだろうね。なんか、でもそっか、それぐらいしかバリエーション取りづらいもんな。ポーズ変えるとかできないもんね、フィギュアーツだからね。しょうがないか。ウッディ。スター・ウォーズ。ボバフェット。ファン多いよな、ボバフェット。ボバ別に僕そうでもないんだよな。やっぱスター・ウォーズはクワイガン人とか、まあダースモールもかっこいいし、オビワンとか、あたりがかっこいいかな。あとメイス・ウィンドゥとかヨードとか、そこら辺が好きですね。これね、これあるんだけど、ドラゴンボールのこれ欲しいんだよな。なかなかなくてね、探してるんだけど。キューポスの中に地味にセブルス・スネープいるけど、スネープなんでキューポスで出したのって感じ。ハーマヨニーとかハリー・ロンぐらいならまだ許せるけどさ、マルフォイとか、スネープは良くない？出さなくても。まだハグリッドのがマシでしょ。スネープ、まあ人気キャラだけどさ、フィギュアーツだけでよかったよ。僕フィギュアーツは買ったんだけどさ、すごい遊んでたもん。ガッチャードだ。ソフビヒーローズ？まあ、UO キャッチャーの景品のビッグサイズソフビだね。この辺も SH フィギュアーツで、美少女フィギュアコーナーを抜けていくと、ミニカーコーナーです。服掛けでいっぱいあって、今回気になったのはこのバズね。ホットウィールかな。バズライトイヤー。ミニカーって本当によくできたおもちゃだからさ、遊ぶと楽しいんだよね。
こら辺ちょっとレアものもあったりするのかな。トミカタウンのセブンイレブン欲しいよ。今遊びたい、すごい。新しいバージョンね。僕がもう前持ってたのはビルドシティのやつだからさ。もう新しいシリーズ、もうビルドシティ終わったってことでいいのかな。新シリーズになったので、ちょっとトミカタウンビルドシティ卒業して、新しいシリーズで遊ぼうかな。新しいシリーズをまたビルドシティみたいにいろいろ遊んでもいいしね。今までのシリーズと違ってビルドシティはさ、上に積み上げられたのはちょっと楽しかったんだけどね。なかなかそこまでみんな買い集めなかったのかな。単体で見ちゃうのかな。単体で見ると、今までよりリアリティなくないってなっちゃうんだけど、いろいろ組み合わせると楽しいんだけどね。あっち側。100円コーナーですね。このコーナーはやっぱりテンションが上がるかな。やっぱり一番上がるね。なんだかんだ。ここでしょって。ドラゴンボール。でも、コーラのおまけで、りょうさんとレイコがいたのが、ここに悟空いるんだよな。元気玉かな。みんな元気をちょっとずつくれっつって。ちょっとずつでいいんだよっていうね。お、雷電気。いいね。コスチュームいいね。ここ割とドラゴンボール多かったかな。これね、ミスターサタンとかいたしね。すごいね。出来が意外といいというね。じゃあこっちにね、ディズニーコーナーもありますよということで。はい、ということで今回の総集編ご覧いただいてありがとうございます。おもちゃのリサイクルショップトイプラネット高槻宗光店さんでお買い物してきました。チャンネル登録、コメント、評価ボタンを押してってください。そしてね、説明欄のリンクとかも見ていただけると嬉しいです。ではまた。バイバイ。